こんにちは、はやんです。今日はちょっといつもと違う場所で撮影してるんですけど、前まで使ってた漫画部屋なんですけど、ちょっと狭すぎて YouTube 撮影にはもう向いてなかったんで、ちょっと思い切って場所を変えて、もう新しく撮影セットを組みました。なんで前よりは撮影しやすくなったんで、これからどんどん動画上げれるようになると思います。前までちょっと Vlog が多かったんですけど、これからはここでもう漫画紹介たくさん上げていこうと思ってるんで、ぜひチャンネル登録お願いします。はい、ということでちょっと動画投稿が久しぶりになっちゃったんですけど、動画上げれてなかった期間も、毎日のように本屋さんに行って、面白い漫画ないかなとか探したり、漫画はずっと読んでたんで、今日は最近読んで面白かった漫画をいくつか紹介しようと思います。それではね、もう喋ってるだけで面白くないと思うんで、早速紹介していきます。じゃあまず1つ目がこちらですね。羽鳥と古田の非日常茶飯事、野々上大二郎先生でジャンププラスで連載中です。単行本は現在1巻まで発売中です。夢中になれるものが見つからず、どこか退屈そうな毎日を送っていた高校生羽鳥。そんな彼の前に街に潜む面白いものを見つけられるという特別な目を持った古田というクラスメートが現れます。そして2人は古田の目を使って日常の中に潜む面白いものを探していきます。日常の中に潜む少しの不思議が日常を面白く変える高校生2人の非日常青春物語ですね。でメインは主人公の羽鳥くんが、毎日ちょっと楽しいことが見つからへんなって感じで、退屈そうに過ごしていた時に古田と出会って、不思議なことに出会って、ちょっとずつ毎日楽しくなってくるっていうお話なんですけど、でもそれだけじゃなくて、個人的にはその非日常パートじゃなくて、その間の日常パートがめちゃくちゃいいなと思ってて、羽鳥くんは古田さんと一緒に面白いものを探しに行くために、放課後とか一緒に過ごすんですけど、その時に一緒にご飯食べたりとか、一緒に散歩したりとか、そういう何気ない日常も描かれてて、で羽鳥くんも最初はその非日常的なことが楽しいなって思ってたんですけど、なんかだんだんその2人でいる何気ない何でもない日常もちょっと楽しいかも、こういうのもなんかいいなみたいな感じで、だんだん前向きになっていくんですよ。なんかその感じがめちゃくちゃいいなと思って、なんか高校生の頃って、確かに文化祭とか修学旅行とか、そういう非日常的なイベントもめちゃくちゃ楽しくてめっちゃ思い出に残ってるんですけど、でも大人になってふとした時に思い出すのって、友達と休み時間にバカなこと言って笑い合った時間とか、なんか部活終わりにコンビニでお菓子買って食べたこととか、なんかそういう何気ない時間をなんか思い出すことが多いなって思って、当時は特に何も思ってなかったんですけど、今思えばそういう時間ってめちゃくちゃ大切な時間やったんやなっていうのを思い出させてくれるような漫画だなと思います。今学生の人とかは今その時間をめっちゃ大切にしてほしいし、大人になった人はね、これ読んでまた当時のことを思い返してみたりとか、ちょっと懐かしい気持ちになったりとか、そういう風に読んでみるのもいいんじゃないかなと思います。最近の青春系の作品の中で特に推している作品なんで、ぜひチェックしてみてください。はい、2つ目がこちらですね。はいみや先輩は怖くて可愛い、神山進先生漫画アップで連載中で、現在単行本1巻まで発売中で、今月2巻が発売されます。派手な見た目と強い言動で周囲からは恐れられるはいみや先輩なんですけど、なぜか後輩の黒瀬くんにだけは優しく接してくれます。そんな黒瀬くんは先輩と関わっていく中で、彼女の怖い一面だけじゃなくて他の一面も少しずつ知っていく、怖いイメージがだんだん可愛いに変わっていくコアキュンラブコメですね。はい、この漫画は、正直 SNS とかでも結構バズってたんで知ってる人も多いんじゃないかなって思います。なのでちょっと紹介するか迷ったんですけど、もう面白すぎるんでちょっと紹介させてください。この漫画まず何がいいって、この表紙の灰宮先輩がもうめちゃくちゃ可愛いところですね。もう最初はちょっと怖いイメージなんですけど、その主人公の黒瀬くんと関わっていく中で、もう彼女の本当の一面が見えてきて、もうその本当の姿っていうのがめちゃくちゃ可愛いんですよね。めちゃくちゃ女の子って感じで、もうそういうところがめちゃくちゃキュンキュンしますね。この表紙見てこのヒロイン好きやなって一瞬でも思った人はもう絶対買ってください。もう間違いなくハマると思うんで。
はい、次3つ目がこちらですね。ギャルと本屋、明石赤先生、週刊コロコロコミックで連載中で、現在単行本1巻まで発売中です。舞台はとある町の小さな本屋さん。個性豊かな書店員たちが本屋の仕事と向き合いながらさまざまな本と出会っていく、本屋で働く人たちの日常と実在する本の魅力を描いた本屋さんお仕事コメディですね。はい、この漫画さっきも言ったんですけど、コロコロの漫画なんですよ。なんでコロコロって聞くと子供向けなんかなって思われがちなんですけど、全然大人が読んでも面白い作品になってます。でこの話は基本1話完結で描かれてて、書店員さんのあるあるとかが書いてあって、それも面白いんですけど、もう何より一番の魅力が毎回実在する本が紹介されるんですよ。でもそれがめちゃくちゃ魅力的やなと思って、いろんな漫画が紹介されるのももちろんなんですけど、絵本とか小説とかもういろんな本が紹介されてて、知ってる本でもまた新しく本の魅力にも気づけるし、タイトルだけ知ってる本とかでもこんな話やったんやみたいな感じで新しく発見にもなるし、なんか誰が読んでも楽しめる作品だなって思います。何よりすごいのが、コロコロなんで小学館の作品なんですけど、出版社の壁を越えてジャンプのこち亀とかも出てくるんですよ。それがめちゃくちゃすごいなと思って、もう最近だともうジャンプで今大人気のサムワンヘルツとかも紹介されてたんで、もう昔の名作からもう最新のトレンドまで抑えてる、もう漫画好きだけじゃなくてもう本好きはもう全員読んでほしいなって思う漫画だなと思います。で本の紹介だけじゃなくて、本屋さんのお仕事あるあるとかも書かれてるんで、こんな感じで僕たちの元に届いてるんだみたいなのも分かるんで、なんか読んだ後本屋さんに行きたくなる漫画かなと思います。この動画見てくれてる人はもう漫画好きの方ばかりだと思うんで、ぜひチェックしてみてください。はい、次4つ目がこちらです。タイトルがロブレイブ、矢倉先生、マガポケで連載中の作品ですね。で単行本1巻は5月8日に発売予定ですね。勇者が魔王を封印して30年、世界は平和を取り戻したかのように見えたが、人間以外のアジンと呼ばれる種族たちは勇者主導のもと奴隷のように扱われる世界になってしまいました。そんな日々の中、長いこと封印された魔王が復活します。そんな理不尽な世界に対して復活した魔王と共にアジンたちが反逆していく、魔王対勇者のファンタジー作品ですね。最初この漫画読んだ時、勇者が敵として描かれてたんで、魔王視点に立って勇者に反逆していく、ダークファンタジー的な漫画なんかなって思ってたんですけど、もう1話読んだらこれはダークファンタジーじゃなくて超王道の少年漫画なんやなって感じましたね。というのもこの物語は、勇者側にも理由があるから、アジンたちが差別されるのもう仕方ないのも理解できるよねみたいな、そういう話ではないんですよ。じゃあなんで勇者は魔王を封印して世界平和にしたはずやのに、アジンたちが差別されて理不尽な扱いを受けるようになってしまったのか、ネタバレになってしまうんでちょっと言えないんですけど、1話を読むともうわかると思います。でなんかキャラクターの描かれ方もめちゃくちゃ上手で、めちゃくちゃ感情移入しやすくて、ダークな世界観なのにもう読後はめちゃくちゃ熱くなれるファンタジー漫画なんで、ぜひ読んでみてください。はい、で次がこちらですね。パラドン、原作はじめはるき先生、作画カラカラけむり先生、週刊少年サンデーで連載中で、単行本が今月18日に発売されます。サッカー部に所属する高校2年生の晴海優星は、試合にあまり出ることがない第2ゴールキーパーとして失点の責任とかスタメンの重圧とかからはちょっと離れて、気楽に部活動に励んでいたんですけど、弟が新1年生として同じ高校に入学してきます。そして同じサッカー部に入ってきます。そんな弟は兄とは違って天才的なサッカーの才能を持っていました。そんな弟が同じサッカー部に入ってきたことにより、兄優星のサッカー人生が大きく変わり始める最新サッカー漫画になってます。この漫画何がすごいかって、たくさんポジションがある中で第2ゴールキーパーに焦点を当ててるんですよ。で第2ゴールキーパーあんまり試合に出ることないんですよね。控えゴールキーパーってその正ゴールキーパーが怪我するとか、レッドカードで退場になるとかがないとあんまり試合に出ることってないんですよ。だから言ってしまえばもう見せ場がないんですよね。
そんな第2ゴールキーパーに焦点を当ててるっていうのがまずなんか斬新で面白いなって思いましたね。控えのゴールキーパーの主人公と天才サッカープレーヤーの弟っていうこの対比も王道の少年漫画らしくていいなって思いますね。でこの弟は天才すぎてもう正直部活動レベルではもう歯が立たないというか、部活に入ってきて、紅白戦とかするんですけど周りの人たちレベルについていけないんですよ。それこそその部活の正ゴールキーパーだった人も弟が上手すぎてもうめちゃくちゃ点決められちゃうんですよね。でボッコボコにされてレベル違うなってなってる時に、第2ゴールキーパーだった兄が、その正ゴールキーパーの人と代わって、フィールドに立って弟と対峙するんですけど、兄弟なんでもうずっと昔から一緒にいるわけですよ。でサッカーもずっと一緒にやってきたから兄だけ天才の弟のシュートとかを止めれちゃうんですよね。兄だけ弟と同じレベルで戦えるんですよ。でそっから第2ゴールキーパーだった主人公のサッカー人生が大きく変わり始めるっていう物語になってますね。これからだんだんと物語が大きく変わっていくんだろうなって感じで、もう今一番熱いサッカー漫画になってるんじゃないかなと思います。サッカーの醍醐味といえばやっぱりゴールを決めることだと思うんですけど、この漫画に関してはゴールを決めるだけじゃなくてゴールを守る側の視点から描かれるサッカー漫画ということで、新しい視点のサッカー漫画かなと思います。サッカー好きな人はもちろん、サッカーあんまり分からへんよって人も楽しめる作品だと思うんで、ぜひ読んでみてください。はい、ということで今回は以上になります。最初に紹介したこの3作品はもう単行本出てるんで、もうぜひチェックしてみてください。であとロブレイブとパラドンは5月に単行本が発売されるんで、もうすぐ発売されると思います。いやもう最近はもう面白い漫画が多すぎて、正直もっと最新の漫画で紹介したい作品あるんで、なんか週1ぐらいで最新おすすめ漫画紹介やっていこうかなって思ってます。ということで今回の動画が参考になったよとか面白かったって人はチャンネル登録、高評価、ハイプよろしくお願いします。これからねもうどんどん漫画紹介上げていくんで、ぜひ楽しみにしててください。それでは本日もご視聴ありがとうございました。